東京の夜景を一望する、港区の高層マンションの最上階。一条作は、眼下に広がる光の海を見下ろしながら、琥珀色のウイスキーを揺らしていた。かつて、この街の未来は不確定だった。だが今は違う。すべては記述され、売買されている。10年ほど前、あるガレージで生まれたベンチャー企業が、未来のシナリオを記述する技術を開発した。最初は明日の天気を晴れにする、程度の些細な干渉だった。だが、彼らは気づいてしまった。記述に矛盾さえなければ、因果率のドミノ倒しによって、どんな巨大な結果も確定させられる、という悪魔的な法則に。一条作は、その企業の創業期に出資していた投資家の一人だった。技術の危険性を察知した政府は、強権を発動して企業を国有化。シナリオ管理局を設立し、市場を独占した。反社会的なシナリオや革命的な未来は危険思想として販売を禁止され、政府にとって都合の良い未来だけが高値で国民に売りつけられている。作は国有化の際に全ての株を政府に売りつけ、一生遊んで暮らせるだけの富を得た。だが、彼の瞳から冷ややかな皮肉の色が消えることはない。彼は知っているからだ。この世界のシステムは完璧ではない。矛盾、オナニよりも嫌う潔癖症こそが、最大のセキュリティホールであることを。ターゲットは、警視庁の地下深くにある絶対金庫。そこには、現政権を根底から覆す汚職の決定的証拠データが眠っているとされていた。支持率低下に悩む政府は、組織の透明性をアピールするため、愚かな PR イベントを企画した。一般市民から抽選で一日警察署長を選出し、署内の視察を行わせるというものだ。作は手元のタブレットで、政府が金庫にかけている防御シナリオを確認した。数十億円の税金がつぎ込まれた、鉄壁の守りだ。1、金庫内のデータは、いかなるものにも盗まれる所有権の不当な移転、ことはない。2、金庫室への入室権限は所長、及び副所長、もしくは正当な決裁権を持つ代理人に限定される。3、毎日15時00分に、金庫内部の点検義務を遂行しなければならない。完璧だ。外部からの侵入は不可能。内部犯行も不可能。そして点検義務により、存在自体を隠蔽することもできない。だが、作の目には、その完璧さが遊びのないパズルに見えていた。彼はあるシナリオを記述し、カートに入れ始めた。まずは、土台作り。商店街の福引きで、一条作が一日所長に当選する。価格は30万円。人気がないのだろう。低価格で即座に受理された。次に、本命の仕込み。イベント当日14時30分、所長の元に20年前に行方不明になった娘が見つかった、という連絡が入る。価格は5000万円。確率的にほぼゼロに近い奇跡を強制的に起こすため、莫大なコストがかかる。だが作は迷わず決済した。ポジティブな人道的イベントであり、システムはこれを良き未来として即座に処理した。そして、最後の仕上げ。同日同時刻、副所長が検証で当日出発限定の海外旅行ペアチケットに当選し、妻が空港で待機する。価格は200万円。決済ボタンを押す。砂時計のアイコンが回る。コンマ数秒のラグ。通常であれば、点検義務違反となるため、このようなシナリオは不受理となるだろう。だが、一瞬の逡巡の後、システムは例外を見つけた。当日は一日所長作が存在する。論理は成立した。画面に緑色の文字が浮かぶ。受理。いい買い物だ。作はそう言うと、ウイスキーを飲み干した。イベント当日、12時30分。作は警視庁の正面ゲートをくぐった。一条さんですね。お待ちしておりました。出迎えたのは、広報課の若い警官だった。作は応接室に通され、そこで1時間近く、退屈極まりない説明を受けることになった。いいですか、本日のスケジュールは分刻みです。14時から記者会見、その後フォトセッション。15時からは金庫室の定時点検に立ち会い、だけしていただきますが、あくまで形式的なものです。所長が入室し、作に形式的な握手を求めた。その目は笑っていなかった。一条さん、君はただの飾りだ。余計なことはせず、ニコニコしていればいい。我々のセキュリティがいかに完璧か、
国民に伝えるためのメッセンジャーになってもらう。横に控える副所長も、忙しそうに時計を気にしている。彼らにとって策は、厄介な仕事が増えただけの異物でしかない。承知しています。公務の邪魔はしませんよ。策は従順な市民を演じ切った。14時。大会議室での記者会見が始まった。無数のフラッシュが焚かれる。本日は市民の皆様の安全を守るため、誠心誠意努めさせていただきます。策は一日警察署長、と書かれたタスキをかけ、カメラに向かって爽やかに微笑んだ。会場の奥では本物の署長たちが、威厳たっぷりに頷いている。質疑応答は台本通りに進んだ。政府の管理体制の盤石さをアピールするだけの茶番劇だ。策はその間、じっと待っていた。世界が書き換わる瞬間を。14時30分。司会者が会見の終了を告げ、照明が落ちた瞬間だった。所長の懐でスマートフォンが鳴った。マナーモードにし忘れていたわけではない。システムが、強制的に着信を優先させたのだ。通話に出た所長の顔色が、一瞬にして変わった。美咲か？本当に美咲なのか？その場にいた全員が息を飲む。所長の声は震え、やがておえつに変わった。生きていたのか？ああ、すぐ行く、今すぐ迎えに行くぞ。所長は立ち上がった。部下が慌てて制止する。知ったことか、娘が見つかったんだぞ、20年ぶりだぞ。5000万円分の親子の絆は、いかなる公務よりも重い。所長は涙を拭いもせず、会場を飛び出した。ほぼ同時に、副所長の携帯も鳴り響いた。ハワイ。今から。いや、仕事が。離婚。副所長は青ざめた顔で叫んだ。待ってくれ、すぐ行く、だから早まるな。彼は柵の方を向き、深々と頭を下げた。すまん、家庭の危機なんだ、悪いが後は頼んだ。200万円の共済、効果もまた絶大だった。副所長も空港へと走り去った。残されたのは、あっけに取られる報道陣と、策、そして一般署員たち。広報官が震える声で言った。とりあえず控え室へ。これからの予定は、上の指示を仰ぎますので。それからの30分間、署内は蜂の巣をつついたような騒ぎになった。指揮系統が消失し、誰も決断を下ろせない。策は応接室のソファに深く座り、出されたお茶をすすりながら、壁の時計を見つめていた。秒針が、運命の時刻へと近づいていく。15時。館内にけたたましいアラートが鳴り響いた。定時点検の時間です。金庫室を開放し、点検を行ってください。システムによる自動警告だ。これを無視すれば、点検が行われなかった、という矛盾が生じ、管理局からペナルティが課されるだけでなく、因果率の不整合で予期せぬ事故が起きる可能性すらある。まずいぞ。誰か点検しないと。警備課の巡査が慌てて金庫室の認証パネルに向かった。カードキーを通そうとするが、リーダーがエラー音を吐き出す。政府の防御シナリオに入室権限の限定が発動しているのだ。一般署員は物理的に、あるいは運命的に、入室を拒絶される。どうなってるんだ、所長も副所長もいないんだから、代理人として点検できるはずだ。おい、誰か早く点検しろ。点検しないと世界にバグが生じるぞ。現場がパニックに陥る。システム上の矛盾により、空間が歪み始めるような錯覚すら覚える緊張感。このままでは、強制的な修正作業として、何らかの悲劇が起こりかねない。困りましたね。悠然とした声が響いた。でも、誰かがやらないといけない。私がやりましょう。しかしあなたは一般人。部外者です。広報官が止めようとする。しかし、策はにやりと笑った。お忘れですか？私は今日、所長、ですよ。それに先ほど、副所長からも任されてしまいましたし。やめるんだ。策は認証パネルに手をかざした。一瞬の静寂。システムは、この場の矛盾を解消する唯一の解を検索する。点検は必須。正規の所長は不在。しかし、ここに所長の権限を持つ ID が存在する。権限者を確認。矛盾なし。
数億円かけて守られた扉が、音もなく左右に開いた。署員たちが腰を抜かす中、サクは金庫室へと足を踏み入れた。そこには、国家を揺るがす機密ファイルが鎮座していた。サクはファイルを開く。政府のシナリオ1、盗まれる所有権の不当な移転、ことはない、は有効だ。データを持ち出すことはできない。だから、サクは何もしない。サクは所長として、ただ、そのデータを見る、だけだ。彼の眼球には、最新鋭の超高速スキャナが埋め込まれていた。パラパラとページをめくる数秒の間、膨大な汚職の記録が、網膜を通じて脳内のストレージに転送されていく。なるほど、これがこの国の値段か。彼はファイルを閉じ、元の場所に戻した。物理的な移動はゼロ。所有権の移転もなし。ただ、1日所長による正規の点検が行われたという事実だけがログに残る。点検終了。異常なし。サクは金庫室を出て、青ざめる署員に微笑みかけた。署長たちは幸せになり、私は職務を全うした。素晴らしい一日ですね。翌日、インターネット上には、政府高官たちの汚職を暴く詳細なデータが拡散されていた。政府は蜂の巣をつついたような騒ぎになった。だが、調査の結果は、白。外部からのハッキング痕跡はなく、物理的な持ち出しも記録されていない。所長たちの不在も、一日所長の点検も、すべてシステムの適正な処理範囲内だった。記録上、盗まれていないものが、世界中に広まっている。その矛盾に、政府の信頼そのものが崩壊しようとしていた。サクはニュースを見ながら、新しいシナリオの購入画面を開いていた。今度は、あるスキャンダルによる株の大暴落を利用して、さらに資産を増やすシナリオだ。5230万円の出費で、国家予算並みの情報を変えた。サクは口元を歪め、独りごちた。いい買い物だったな。シナリオとして記述できる限り、この世に買えないものなどないのだ。